こんばんは、エムリン工房です。本日はステップ8、新しいボディの準備です。で、こちらの型紙ですね。大輔くん30センチ台の型紙です。で、この他にモンチッチ19センチ、マイチッチ、ベビチッチ30センチの大輔、こちらと同じもの。18センチ大輔の型紙をエムリン工房にて無料でダウンロードできるようになってます。PDF 形式になっていますので、プリンターの設定を変えずにそのままプリンターで印刷してもらえると原寸大で使っていただけると思います。ただ大輔くんやベビチッチ、マイチッチ若干の個体差もありますので、基本そのままで大丈夫かと思うんですが、ちょっとそんな時は微調節してみてください。ではこちらの説明ですね。大輔くんの頭、こちら展開図なので同じものがもう1枚こちらにペラッとつきます。で、腕2本分2枚必要です。で、大輔くんの尻尾、こちらですね。ここは1枚で大丈夫です。で、ボディですが、こちらのボディは大輔くんの元々のオリジナルのボディです。ちょっとこうスリムな形になってるんですね。で、こちらが前ボディで、こちらが後ろボディですが、ここの星印ダーツの部分ですので、こことここを縫い合わせてから前ボディと一緒にくっつけてあげてください。で、ここの尻尾の部分少し切れ目を入れてもらって、出来上がった尻尾をここにこう刺して縫い合わせてみてください。で、こちらの型紙です。私がカスタム用に作ったちょっとむっちりした赤ちゃんボディです。この横幅がぐっと増えてる感じですね。ムチムチボディです。で、こちらも同じように黒丸と白丸同じマークをくっつけて、縫い合わせてから後ろボディと前ボディを合わせてみてください。で、この型紙を切ったものがこちらです。今回ムチムチボディを作っていきたいと思いますので、こちらムチムチボディ、前ボディと後ろボディ、あとこちらの尻尾です。尻尾1枚、あと大輔くんの腕2つ分2枚ですね。で、頭です。展開図なのでここを中心にこのように大きな1枚になります。で、ここもダーツ部分ですので、ここを縫い合わせてこういった形にしてから最後ここをくっつけてください。で、こちらが型紙です。本日の生地、こちらのエムリン工房でカフェレの生地ですね。こちらの生地使っていきます。30センチの大輔くん1体取るのに、だいたいこちらの縦が40センチ、横がそうですね50センチぐらいあれば1体分が取れると思います。で、ここで大切なことなんですけど、ファー生地必ず毛の流れがあります。こういう風に撫でてみて、こうスムーズに撫でられる方のこれが毛の流れです。こういう風にすると逆に毛羽立ってしまうんですね。こちらの毛の流れ非常に大切ですので、こちらの毛の流れに沿って生地を裁っていきます。で、この生地ですね、ちょっと普段はしないことなんですけど、赤ペンで描いちゃいます。こういった形にこっちに流れてます、毛の流れが。で、この毛の流れに合わせて生地を裁断していきます。で、こちらの腕はこちらが肩でこちらが手だとすると、この下に向かって毛の流れが来るように取っていきます。なのでこれはこういった形ですね。この矢印に合わせてもらって毛の流れに下の向きで取ります。で、尻尾も同じです。こちらが尻尾の先、こちらがお尻の方です。お尻から先に向かってこのように取っていきます。こうですね。
でボディも同じく、頭の方から足の方に向けての毛流れ、このように下に揃えて取っていきます。で後ろボディも同じく、こちら頭から足の方に毛の流れを揃えてこのように取っていきます。頭なんですが、頭もここの部分がちょうどおでこの部分です。おでこの部分に毛が重なるように、やはりこういった形で下向きで取っていきます。で、こちら分かりやすいように、普段は色がつかないペンでやるんですけど、今回分かりやすいようにちょっと濃いめのペンでこのようになぞって、線がこの型紙を外しても分かるように、このようにして上からなぞっていきます。こうですね。で外すとこちら頭の型紙が取れました。こういった形で他のパーツも進めていきます。すべての型紙に、この布に線が引けたので、それではカットしていきます。でこちらのカットですね、カットもちょっとコツがありまして、この下の毛をバッサリ切らないように、少しハサミを浮かせて生地と毛の間をこういう風に少しずつ切っていく形ですね。こうです。下から一気にこうパチンと切らないで、少しずつ浮かせながら、この毛と生地の上の部分、こちらを切るときれいにこの毛の流れが生きたまま生地を取ることができます。少しここ神経使うところなんですけど、これをするかしないかで仕上がりがぐっと違いますので、ちょっと気を使いながらやってみてください。こういった形ですね。上の部分を拾って切っていきます。後ろボディのこの尻尾の部分の切れ目もパチンと入れておきます。穴が小さい、尻尾作ってみた穴が小さいようでしたら、また少し広げて切ってみてください。こちらの頭です。実は頭が一番この布を切るときに気を使うところです。ここのおでこの部分と耳の部分、あとここは、首の後ろ側に回るんですけど、ここの部分がやっぱりお顔の一番大切なところなので、ここの部分は毛をバチンと切らないように本当に浮かせながら少しずつ切っていきます。布をちょっと持ちながら浮かせながら切るといいですね。
こういった感じでカーブも少しずつ切ってあげてください。こうですね。で、切って布を引いた時にここのところがこう綺麗にこう毛がふわっと出てると、前から見てもこのように綺麗に毛が残ったまま切れてます。例えばこれを浮かせずに切って下の方からバチンと切ってしまうと、こういった形でブツンとおかっぱになってしまうんですね。こうならないように浮かせて切ったところと、すると分かりやすいかな。こちらが浮かせて切ったところです。で、ここが浮かせないで切ったところです。かなりブツンとなっちゃってると思うんですね。こうならないように浮かせながら少しずつ切ってください。では続けて切っていきます。はい、これで全ての、型紙が取れました。頭、前ボディ、後ろボディ、尻尾に腕2本です。では次回はこれを使いましてボディの縫い合わせ進んでいきたいと思います。バイバイ、エムリン工房でした。